はい、内山浩一のザ・ゴッドチャンネルです。はい、よはい、今日もよろしくお願いします。ろしくお願いします。なんかね、例言するとね、どうしてもそっちの方に行きますね。ですね。ね、今大事な時なんでしょうね。まあね、多分そうなんでしょうけれども、もね、うん、うばっかりになってしまいます意外ね。と天上界こぞって何とかしなきゃいけないって思っておられるのかもしれませんね。ああ、うん、そのために私たちが使われている。うん、私たちはずっとやっぱり天上界の、ね、この、なんていうの、マリオネットでありたいなと思ってますね。はい。うん、操り人形ですね。人形。操り人形って自分の意思ないんですよ。あ、いやいや、こういう人間で地上で生まれてきた場合は、インスピレーションっていうのがね、こういっぱい入ってきて、自分の意思なのか自分の意思じゃないか分かんないような感じで動いてしまうのかもしれませんね。ああ、うん、ねうん、え。うん、そんくらい分かろうもんっていうことが聞こえてきますけど、分かっちゃいますけど、止められないということで、よろしくお願いします。熊本弁だったんですか、今。え、熊本弁でしたそれ、今。何か喋りました？くらい分かろうもんって。どなたですかね。そのくらい分かるでしょうっていう。すいません、熊本弁でした。申し訳ないです。ああ、ああ、まあ、田舎のね、おじさんですからね。まあ、親父ですから、勘弁してください。はい、合唱いきます。はい。まあ、そういうふうに国の学言われてるみたいですけどね。悪魔付きの田舎のじいさんだって。あ、そうなんですか。うん、ね、もう悪口散々ですね。私の人権なんてあったもんじゃないですね。ですね。そこはですね。人権蹂躙してもいいんだということになる。そうそう、私の人権もボロボロにしてもいいっていうことになってるみたいはい。ですね。そうなんです。怖いですね。怖いですね、本当にですね。ね。はい。もう恐ろしいです。全国の信者さんにメール流すんですよ。ねえ。それを自分たちの一方的な意見ですよ。うん。すっごいですね。け、まあ、そんだけの情報を持ってるから、なんていうの、皆さんのメールアドレスっていう情報を持ってるから、簡単にできますよね。支部を通じてうん、パーンと流せば。ね。ねえ。ということは、国の科学にあるそのデータベースを、抜き取れば、うん、そういった人たちの全てわかるってことですね。わかるっていうことですよ。うそして、ん、何にでも武器にでも使えるというね。使いまこうすね。一人の人をうん、攻撃する武器に使うん。えるという。昔ありましたね、アトランティス大陸の時に。うん、神々の者たちを全部、ね、生き埋めにしたっていうのはありますよね。ああ、はい。うん、もし、お隣さんの国、大きい国から、入ってこられて、一番狙うのはそこじゃないですかね。まあ、うん、ことごとくいくかもしれませんね。映画ありましたよね、そんなのがね。映画でね。ありましたね。うん、はい、それでは合唱お願いします。はい。もう乗っ取られてますね。うん、はい、準備お願いします。はい。よはい、よろしくお願いします。ろしくお願いします。はい、それでは今私のこのまっすぐ頭上に来ておられる方、エレナさんにお入りいただきましてお答えいただければと思います。よろしくお願いします。ちょっと後ろの方です。はい、お願いします。スーッと入って、はい、お願いします。あ、ちょはい、おいただきましてありがとうございます。はい。はい、お名前を教えていただいてよろしいですか？赤堂鈴之助です。中戸鈴之助様。中戸鈴之助。すいません、口が言いません。はい。赤堂鈴之助です。はい、おいただきましてありがとうございます。はい、赤戸鈴之助様、ありがとうございます。口大丈夫かな、私。危なそうですね。危なそうですね。これね、口まめらなくなりましたね。うん。はい。うん、おいでいただきましてありがとうございます。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。
うん。天の道ということを目指すときに、やはり精神力というものが一番大切であると思います。はい。体の芯を捉え、重心を落としてまっすぐ前に進む。そして、一歩引いてすぐにまた前に出るといった、その行動は、心の内にある思いがどうであるかによって左右されるものであります。心がぶれることによって、その剣は確実にぶれることになります。何の迷いもなく、これを振り下ろすことができるかどうか。常に技術よりも心の鍛錬であるというふうに私は思っております。まっすぐな心で、透明な心で立ち向かったならば、間違いなくこれは芯を捉え、ぶれることなく前に突き進むことができると思っています。私のように、たとえ体が小さくとも、それは大きな力となって、相手にその力を見せつけることができるのです。翻って、その心が弱くなったとき、このようなときには、むやみに剣を振るべきではありません。自らの心の内を振り返り、丹念に探求するに限るのです。そして体を休め、精神を休めなければなりません。その勇気も実は必要だということです。むやみやたらに剣を振り回し、規制を上げて前に突き進むのみであるならば、いずれそれは相手に隙を捉えられ、疲れてしまうことになります。なので、心が弱くなったとき、ブレが生じたとき、疲れているときは、決して前に出てはなりません。その勇気も持ってください。私はいつもそのようにしていました。だから、いざ戦いとなったときには強いのです。私には、今はこのぐらいの話しかできません。ありがとうございました。ありがとうございます。とっても大事なことを教えていただきましてありがとうございます。やはり心のブレがあったら戦いできませんね。はい。戦いながら、まあ、なんていうんですかね。優しい心を出してしまうと、剣がぶれてしまいますんで、戦うと決めたら戦う。そうじゃなければそうじゃないということで、はっきりしていきたいと思っています。ただし、この中に愛は絶対に、発さずに持っておきたいと思っています。はい。うん。まあ、休むとき休むということでね、ありがとうございます。少しゆっくりしてみたいとも思います。はい。本当、ありがとうございました。ありがとうございました。
エレナさん。はい。うん。ね、ちょうど下案後っていうことでね、休みも取れることになってるしね。ですね。ちょうどいいタイうん。ミングです。かもしれんね。で、そうですね。大体、まあ、アキレス腱って言いますかね。一番アキレス腱はそこですね。その総裁補佐と理事のところですね。そして、その誰がトップになってるかって、誰がそれを許したのかっていうところでしょうね。主のね、教えに従わないで自分たちで決めたというところがありますね。まあ、そういったところが一番のアキレス腱じゃないかなと思いますし、その人たちの一番の何者かが見えるかと思いますね。それと、分かる。運営の仕方見たら分かると思うんですけどね。分からない方たちが多いので仕方ないのかなというところもありますけども。はい。もうやはり肩うん。書きがものを言っている。肩書きですよね。こちらにはそのような肩書きはうん。ございませんから、ね。それを、はい、わからない方っていうのはそういうことです。そういうことですよね。残念ですね。やはり、これだけの方を学んでても、まだわかんないんですね。やっぱり肩書き進行するんですね。ですよね。だからそこが難しいとこじゃないでうん。しょうかね。やっぱりうん。本当にね。組織としての秩序は守らなくちゃいけませんね。はい。肩書きがあるから、それを守らなくちゃいけない。しかし、それが本当に間違った方向に行くときには、これはもうガンって言わなくちゃいけないんですよね。皆さん間違ってると思っていらっしゃらないんですよ。それがうん。正しいと思っているから、うん。ついていっていらっしゃると思うですし、ね。ううん。ん。まあ、とことんついていったら、まあ、どういうところに行き着くかっていうのは、これから見えてくると思いますけれど。そうですね。うん。まあ、みんなそれでもね、学びの最中ですね。全員がね。そうです。うん。そう思います。うん。うん。ただ、やはり守らなくちゃいけませんのでね。あんまりゆっくりもできないかなという気もしますね。うん、でももう自我力でいくら力説してもね、うん。伝わらないときは伝わらないうん。と思うんですね。うん。うん。うきっとん。ね、ねえ。うん。どうかしなくちゃって思っても空回りになっちゃってうん。いるわけですから、今、ねえ。うん。ますますもう不利益というか、まあ、うん。ね、そんなことになってしまいます。うん。うん、はい。そう、じゃあ、うん。うん、はい。まあ、ゆっくり休みますか。休みましょう。もう今はい。は何を語っても虚しいだけでございおます。話だけですね。はい。はい。じゃあ、休むことにしましょう。今日はい。もありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。